皆さんこんにちは、セナです。このチャンネルでは日本の文化やしきたり、生活、歴史、日本のちょっと面白いことについて日本語で紹介しています。海外からの視聴者さんがいればぜひ CC 字幕をつけて一緒に楽しんでくださいね。皆さん今日はどうお過ごしですか？皆さんがいる国や町の地域の天気は今日はいかがですか？今日はとっておきのトピックを持ってきました。日本のアニメ、漫画、サブカルチャーについて今日はお話をしようと思います。なんですが、私は実はアニメ視聴歴がすごく短いです。というのも、小さい頃は悠々白書であったり、金曜日にドラえもん、クレヨンしんちゃんなんかを見て育ってはきているんですが、そこまでエピソードをしっかり覚えて物語に追ってアニメを見ていたわけではないんですね。10代そして20代前半まで実はアニメを全く見ずに過ごしてきました。というのも、私の友達であったり家族なんかはアニメを全く見ていなかったんですね。なのでアニメのことについて会話をしなくても仲良くなれたし、今まで来れたんですが、逆に私は西洋の、アメリカのカートゥーンが小さい頃とても好きでした。例えば、パワーパフガールズとかルーニーチューンズとか、あとはカートゥーンネットワークを見ていたので、臆病なカレッジなんかもとても好きでした。そんな私なんですが、アニメを見るようになったきっかけというのが、私は3年ぐらい前からオンラインで日本語の先生をしています。その時にいつも新規の新しい生徒であったり、いろんな人と話しているうちに、先生こんなアニメを最近見たよとか知ってるとかって聞かれるんですけど、私全く知らないので、ごめんアニメ見ないんだよねって言うと、ってすごく驚かれることがたびたびあったんですね。で、そう言っていろいろ考えていくうちに、私が今日本語の先生として仕事ができているのも、もう何十年も前から日本のアニメであったり漫画産業の人たちのおかげだなっていうふうに気づき始めて、その人たちが今まで功績を残してくれたおかげで日本に興味を持つ人が世界中でたくさんいて、私が今日本語の先生として仕事できているんだなっていうふうに気づいて、とてもありがたく今は思っています。なのでその恩返しというか、ただのね一人分ですが、恩返しができたらいいなと思って、いろんなアニメを2年半前ぐらいから見ています。そんなこんなで最初2年半前はスパイファミリーを見始めました。スパイファミリーはその当時 SNS やソーシャルメディアでピンク色の髪の毛の女の子で、ここにお団子みたいなのがあってすっごく可愛い印象があったので、これすごく可愛いね、見てみようと思って軽い気持ちで、アニメを見始めました。それがもうドハマりして、アーニャのコロコロ変わる表情であったり、すごくストーリーもスパイでありつつもそれぞれちょっと秘密を持っているような、そういったストーリーがすごく好きになって、そこからアニメをたくさん見るようになりました。そして次に呪術廻戦を見ました。このストーリーの面白さに衝撃を受けたのを覚えています。呪術廻戦を見た時に個人的に思ったのが、なんかナルトにちょっと雰囲気が似ているかなというふうに思いました。ナルトはなんか忍者であったり、日本風な名前とか技とかシャリンガンとかすごい日本な名前ですよね。そういったところで日本要素が取り入れられているところで、呪術廻戦は例えばなんか日本の都市伝説を思わせるようなストーリーの立て方であったり、妖怪も日本チックだし、なんかそういうところが似ているけれどもまた斬新なアイディアストーリーでとっても面白いなというふうに思いました。すごく斬新というのがアニメ視聴歴2年その時は2ヶ月とかで言うのはちょっと合ってる語弊があるかなとは思うんですけど、もう本当に呪術廻戦のおかげでいろんなアニメを知ろうというふうに思い始めました。また呪術廻戦の面白いところが、他のアニメと違うと思ったところが、ザ・かっこいいキャラがただかっこいいだけじゃないことですね。五条先生ですね。例えばワンピースのゾロであったり、ナルトのサスケなんかは見た目もかっこいいクールな存在、また言動もクールですよね。でも五条先生はもうすごく整った顔で、もう鮮やかな青い目、
すっごくかっこいいのに、なんかおどけて見せる表情であったり言動であったり冗談を言ったり、またその言った時に描き方、アニメのタッチが変わりますよね。すごくなんかシンプルになりません？なんかふにゃーんとした顔になるとか、呪術散歩とか、それがなんかすごく他のアニメと違うところでなんか面白いなというふうに思いました。何度も言いますが、アニメ視聴歴2年の未熟な意見ですので、いろいろとご容赦ください。呪術廻戦の次に見たのが僕のヒーローアカデミアですね。呪術廻戦をネットフリックスとかクランチロールで見てたんですが、その時によくこれが好きかもおすすめみたいなので出てくるのがヒロアカだったんですね。日本ではヒロアカと略されるそうです。で見た時にもうすごく目が大きくて緑の髪の毛をしていて、いかにもアニメっていう風な描き方、一方でめっちゃアメリカンでめっちゃマッチョな、全然描き方が違うスタイルがそのアニメのサムネイルとしてあって、なんだこのアニメはっていう風に思って見ようと決めたことを覚えています。ヒロアカは本当に純粋にひたむきにスーパーヒーローに将来なりたいと言ってる高校生が頑張る姿を描く物語ですよね。友達を大切にするであったり、みんなを守る、世界を守る熱い気持ちなんかがすごくよく表現されて、とても好きなアニメです。またそれぞれ個性が違うのがいいですよね。技とか特化したものとかっていう言い方ではなくて、個性という直接的な言葉を使うことによって日本人の若者のみならず世界で人気な理由なんじゃないかなと思います。私が思う日本人の印象は同調圧力が強いです。例えばみんながしているから私もする、みんながしていないから私もしていない、これは時にポジティブに動けばネガティブにもなりますよね。日本ではこのような慣用句が昔からあります。出る杭は打たれるですね。例えば棚なんかを組み立てるときに杭をハンマーで叩きますよね。その杭を比喩として使っている慣用句なんですが、何か個性があって飛び抜けている、そしたらそれは妬まれる対象になったりするという意味があります。一人だけ目立った行動をすると他から排除されるという意味を持ちます。この個性ということを題材にした時に、この慣用句出る杭は打たれるというのは今世界ではどういうふうに評価されるべきなんでしょうかというふうに思うんですが、世界的にも今は個人が自分らしくいられることが一番大事にされていますよね。そんな中、ヒロアカが個性という言葉を使ってもう一人一人が自分が発揮できる最大限を出してみんなで力を合わせて世界を守るというような物語が本当に世界中で受けている理由なんじゃないかなというふうに思います。またちょっと垣間見える思春期な悩みもヒロアカのいいところじゃないかなというふうに思います。この私の持っている個性で将来スーパーヒーローになれるんだろうか、世界を救えるんだろうかというふうに悩むシーンはお茶子ちゃんであったり、次郎京香ちゃんですね。なんか耳たぶのプラグを差し込んだ対象に音波で攻撃するあの子ですね。そういう子たちが悩んでいるのを見ると10代は共感を呼べるし、ちょっと上の世代、私なんかでもそういえば若い時将来に不安だった日々があったなっていう風にすごく懐かしく思うことができますよね。そういったところで共感が呼べるのがヒロアカのすごく面白いところなんじゃないでしょうか。そしてこの次にいろいろアニメを何を見ようかなと思った時に選んだのがデスノートです。その最新のアニメだけじゃなくてちょっと立ち止まって昔のアニメを一回見てみようって思ったんですね。デスノートは私が小学生の時に流行ったアニメで、覚えているのがなんかクラスメートがなんか数学のノートなんかの表紙にデスノートって書いてふざけてたりしたんですね。じゃあ先生がそれは不適切だからやめなさいって怒られているのを見たりしたことがあって、でその当時は特に、実写版劇場版で藤原竜也さんが主演のデスノートが公開されてすごく人気を呼んでいたんですが、その当時ホラー映画が怖かったんですね。怖い映画が見れなくて、でそのデスノートに出てくる死神が不気味ですごく怖い印象があって見るのを避けていたんですね。で大人になった今、ブラックな雰囲気はあるアニメだけどきっと楽しめるだろうと思って見ました。
もう最高でした。もうデスノートは多分1週間ぐらいで見終わったと思います。そして見て気づいたのが、死神が不気味なんじゃないですね。八神ライトのサイコパスさ、もう加速するサイコパスさであったり、エルの頭脳明晰だけど時々垣間見えるもう死んだような目でライトを疑う目、あれが本当に不気味、怖かったです。でもストーリーはもう本当に本当によくできていて、とても大好きなアニメです。死神は逆に可愛いくらいに思いましたね。私は映画ではサスペンスとか心理系をあまり見ないので、デスノートを見てる時にもう一つ一つの展開がってなんかすごい狂い方だなと思うぐらい衝撃だったのを覚えています。そして私が一番好きなシーンが、皆さん FBI 捜査官の、美空直美さんのシーンを覚えていますか？美空直美さんがこの八神ライトがもしかしたらデスノートの持ち主ではないのかと疑う中、ライトは偶然警察本部で彼女と出会うことができるんですね。その後にいろいろ話を重ねて連絡先を交換するんですね。でその美空直美さんが免許証を出して、ライトがもう名前を見て、でそれをデスノートに書くシーンがあるんですけど、このシーンが本当に本当に好きです。というのも、日本語では初めて会う人と敬語で話します。ライトと、直美さんもこの女性も最初敬語で話していました。でも八神ライトは彼女の名前をデスノートに書くことができて、その死亡時刻になるのを時計でこうやって見ていたんですね。ですると女性は、どうして時計を見ていられるんですかというふうに敬語で質問をしたところ、ライトがこれキラだからって言うんですね。この敬語からそのタメ口、カジュアルな砕けた言い方にこの切り替えがすっごくかっこいいところだなというふうに思ってね、悪者ですよ。でもそこがすごくしびれる、そのもう勝ち誇ったような笑み、勝ち誇ったがゆえのタメ口がもうすごくしびれました。またその描写も、アニメの描写ももうすごく素晴らしくて、その女性がキラだからって言われてさっと青ざめるんじゃなくて、じわじわその状況を理解していって目の輝きが失われていったり、そのアニメのシーンがすごく長いんですよね。3枚ぐらいで多分視聴者は何が起こったか理解できると思います。でもそこに時間をかけることでもっとインパクトが強いシーンになっているなというふうに思うので、そこがとてもお気に入りのシーンです。ここまで見るのに多分アニメにハマって5ヶ月ぐらいだったと思います。この間私は本当に後悔をしました。どうしてもっと早くアニメに出会っていなかったんだろうというふうに思うぐらい、本当にアニメにもう虜になっていました。人生を通して映画はいろんな分野を見てきていましたし、先ほど言ったアメリカのカートゥーンであったり、ジブリとかディズニーなんかも大好きです。若い頃は本当に興味の木の字もないぐらいでしたが、今は暇があれば見ています。そしてこのアニメを見ていると、いろんな友達とか私の日本語の生徒とかと話す機会も増えて、とっても楽しいですし、みんなからいろんなおすすめをもらうことができます。でその中で私がなんとなく敬遠していたアニメがあって、これを見てもあんまり私好きにならないんじゃないかなと思って放っておいたアニメがあるんですけど、それが配給ですね。私はどちらかというとそこまでスポーツに興味がなくて、中学の時はバレーボールをしていたんですが、卒業後もう一度するということもなく、バレーボールの試合をテレビで見ることもなく、ルールは知っているけど別になんていうか興味がないような対象だったんですね。なんだけど友達から呪術廻戦とヒロアカが大好きだったら配給絶対大好きになるから見てみてっていう風におすすめしてもらって、じゃあそこまで言うなら見てみようかなと思って見始めました。それがもうドハマりですね。配給のいいところが、もうその登場人物のその主人公が本当にはつらつとしているんですよね。日本のアニメでよくあるのが、ワンピースのルフィとか、先ほど言った呪術廻戦の虎杖裕二くんとか、こういった主人公ってもう
アニメの中の誰よりも陽気で元気で、また自分のゴールに疑いもなく突っ走る姿、それが本当に本当にかっこよくて、この配球もこの日向翔陽くんも背が低いですよね。バレーボールでは背が高いことは有利ですし大切な一部だけど、誰よりもバレーボールが大好きで、誰よりもバレーボールをすることを楽しんでる姿、それを見るのがすごく勇気というか元気がもらえて、すごく大好きなアニメです。また配給はこの悪者をやっつけるとか妖怪を倒すとかじゃなくて、学園物語なので感情移入がしやすいんですよね、個人的に。だから私は見ているだけなのに、サーブとかアタックとかで点数が取って活躍した気分になっちゃうんですよね。私だけですか？なんかそこが結構もう見終わった後にすごく満足感というか多幸感があるアニメだなっていうふうに思います。そしてアニメが好きになってまた一つ楽しみが増えました。それがグッズを見たり買ったりすることですね。私は人生であまり収集癖がなくて、何かのシリーズを集めたりすること、物を集めることが今まで本当になかったんですね。でも久しぶりに日本に帰国して心斎橋にあるジャンプショップに行ってみると、もう天国でした。もうハイキューであったりとかアーニャであったりとかたくさんあって、もうステッカーとか小さいキーホルダーとかついつい買ってしまうんですよね。なんかそういうことでお金を使う消費をすることが、なんか私それで幸せになってるんですよね。それもアニメを見ることを通して思いもよらなかった副産物、こういうことで私は幸せな気分になれるんだということに気づけたのがすごく大きいことです。こういうポップなストーリーとはまた別で落ち着いていて美しいストーリーのアニメがあります。4月は君の嘘ですね。これは、私の日本語を教えている、ピアニストの生徒がいるんですが、その子から教えてもらった、アニメで、もう私は何も言わないからとっても綺麗だから一回見てみてっていう風に言われて見始めました。まずこのアニメのいいところが、背景の描写がとても美しいんですね。4月なので、4月は日本は桜の季節です。なので桜のシーンがたくさん使われているんですが、この自然のタッチが美化されていない正確でもアニメができるもう最大限の繊細なタッチで描かれていて、本当に素敵です。でこのストーリーもとても素敵で、バイオリニストの女の子とピアニストの男の子のすごく甘酸っぱい切ないストーリーなんですが、この春夏秋冬と季節が変わっていくごとにちょっと切ないストーリー展開になっていくんですけど、これもすごく見どころですね。そして最後に、最近見たアニメの中でダントツ1位で良かったのがフリーレンですね。これも別の生徒から教えておすすめしてもらったアニメで、英語のタイトルがフリーレン Beyond Journey's End ですが、日本語では早々のフリーレンと言います。これも英語視聴者と日本語視聴者ですごくタイトルの第一印象が全く違うなと思って感慨深かったのを覚えています。この日本語の早々というのは死者を送り出すという意味があります。なのでこのタイトルを見て私が思ったのは、これはちょっと悲しい切ない物語なのかな、なんかお涙ちょうだいっていう風なちょっと涙を誘うようなストーリーなのかなと思って見始めたんですが、全然違いますね。その要素は確かにあります。切ないところもあります。でももっとフォーカスされているのが人との関わり方であったり、人の思いやるところっていうのがフォーカスされたストーリーになっていて、個人的にはタイトルから受けた印象が全然違ってギャップがあって、そこがとても好きになりました。もっとも寿命が長いエルフとして生きているフリーレンは、人間の仲間の死を受けて死者を思い、人間をもっと知ろう、もっと理解しようという姿がとても印象的な物語だなというふうに思います。勇者一行が魔王を倒した後、普通の生活に戻るところからストーリーが始まっていくんですが、戦いのシーンはあるんですね。とてもかっこいいです。見入ってしまいます。でも戦いのシーンがいい意味で短いんですよね。すごくコンパクトになっていて、
もしかしたら見る人によってはちょっと迫力に欠けるなというところもあるとは思うんですが、このアニメとしてはそこが見せ場なんじゃなくて、物語全体で人との関わり方であったり、自分を見つめ直す瞬間であったりが大切な場面なんですね。そこがすっきりというか、ちょっと語弊があるかもしれないんですけど、分かりやすい、すごく簡潔にすっきりとしたアニメのストーリー展開になっているので、とても見やすいと思いました。またメインのキャラクターがアニメって疑うぐらい落ち着いてるんですよね。フリーレンとそのフリーレンの弟子のフェルンなんですけど、落ち着いた女の人で、なんか声優さんの声もすごく落ち着いていて、それが他のアニメとちょっと違う点で興味深いなというふうに思って、また私はフリーレンの髪型が本当に好きです。フリーレンってちょっとそっけなそうな顔、冷淡そうな顔をしてるのに、アップの2つくくりくるんってかしていて、髪の毛も長くて、そのギャップが私はすっごく可愛いと思いました。なんかフリーレンのそのツンデレフリーレンがツンデレなわけじゃないんですけど、そのギャップ萌えっていうのが私はあって、とっても好きです。物語も好きだし、フリーレンとかフェルンとか可愛いキャラクターもたくさんいます。アニメにハマってたった2年の人のアニメトークでしたが、どうでしたか？なんかそうそうと思う人もいれば、私はこういう受け取り方をしたよとか、いろんな感想があると思うので、よかったらコメントで共有してくださいね。皆さんとお話がしたいです。はい、また私は最初に冒頭でもお話ししましたが、このアニメ産業、日本のアニメ、漫画、サブカルチャーに今まで携わってくれた人に本当に感謝をしています。この1960年代ぐらいの鉄腕アトムをはじめ、今まで本当にたくさんの功績がありますよね。これって日本だけじゃなくて、もう海外でそれきっかけで、その日本のアニメきっかけで日本に興味を持った人がもう何万人、何百万人、何千万人といると思います。本当に素敵なサブカルチャーだなというふうに思います。また日本のみならず、今は韓国のマンファであったり、アメリカのカートゥーンもたくさんあるし、いろんな国で独自に発展していっているアニメがたくさんありますね。そういうのをまた見れる未来が本当に私は楽しみです。はい、では今日のエピソードはここまでです。もしこのエピソードがいいなと思ったらいいねをお願いします。そして、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次のエピソードで会いましょう。じゃあね。最近映画も見たんだけど、またタイトル忘れちゃって、10代の女の子が一人前の魔女になるために新しい町で修行を始めるのね。その魔女と相棒の黒い小さい猫もいて、2人はほうきに乗って空を飛べるの。その新しい町でパン屋さんで配達の仕事を始めるんだけど、新しい環境であったり、自分の魔女の力なんかにすごく悩み始めて、この映画でその成長をすごく感じれるいい映画なの。わかる？この映画のタイトル。この新しい街での街並みとか景観、海とかがすっごく綺麗に描写されてるの。もしこのタイトル分かったらまたコメントで教えてほしい。